ボージョム0、ボイレリーを解説していくよ。ボージョム？何語なんだ？今回解説する空間は、ポーランド版バックルームズにある空間だよ。ポーランドにも独自のバックルームズ空間があるのか。まずは部屋の外観。ボージョム0は、大きなボイラー室のような空間で、ポーランド版バックルームズでは、この空間が最初にたどり着く空間なんだ。あの黄色い部屋が一番最初じゃないってことがあるのか。次に、ボージョム0について説明するよ。ボージョム0の生存難易度はクラス1。平穏で、安全、稀にエンティティが出現するんだ。なんて書いてあるか全然読めねえ。次に、ボージョム0の特徴について説明するよ。ボージョム0は主にパイプやボイラー、炉の、3つの巨大なエリアごとに分かれているんだけど、よっぽど遠くに足を運ばないと、エリアの移り変わりに立ち会うことはないんだ。やっぱりこっちも規模感がとんでもないな。空間内は、基本的に気温の変化はないんだけど、場所によっては不自然に大きく下がったり上がったりすることもあって、大抵の原因は、ボイラーなどの加熱機械が近くにあるからなんだ。そりゃボイラーがあったら気温が上がるだろうな。実例だと、ボイラー付近のエリアでは70度前後まで気温が上がり、このような高温になる区間は、ほとんどがコンクリートの地面に黄黒色のテープが貼られているんだ。しっかりと注意喚起はしてるのか。また、壁伝いにあるパイプは飾りではなく、パイプ内に液体が流れていることが報告されているんだ。何が流れているんだ？パイプの中には、今現在確認されているもので、アーモンドウォーターや牛乳、酸性の液体、未特定の赤い液体があるんだ。何その赤い液体、不気味すぎる。液体の温度は、5度から89度まで変化し、研究によると、アーモンドウォーターや牛乳は、その温度が生命や健康を脅かす値を超えなければ、安全に飲むことができるんだ。やけどしなきゃ飲めるのか。また、液体の温度は加熱機器の温度には影響されないため、液体の温度がこのように差が激しくなる原因は未だ分かってないんだ。そんな簡単に冷ますことも難しそう。空間内の壁は、灰色や白、黒に塗られたレンガでできていて、床はセメント、コンクリート、または白く黄ばんだタイルでできているんだ。天井からは電球がぶら下がっているんだけど、床からの距離が離れすぎていて、正確な年代を調べることはできず、天井自体も全てセメントで固められているんだ。簡単に調べられるようじゃなさそうだな。また、壁にも床にも裂け目や穴があり、覗き込むと、まるで果てしない深淵のように真っ暗な空間が広がっているんだ。もしかしてザボイド？さらに、時々ガラス張りのオーク材の扉もあって、そのドアにつながる部屋の先には事務室があり、事務室には得体の知れない言語で書かれた本やオーク材の机、柔らかいクッションの椅子、空の戸棚、救急箱、小さな箱に入ったアーモンドウォーターなどの備品があるんだ。ここじゃアーモンドウォーターが生命線だな。次に、ボージョム0にいるエンティティについて説明するよ。ボージョム0には、主に2種類のエンティティがいて、まず、顔のない男たちを時折見かけるんだ。それってフェイスリングズじゃね？そのエンティティは、一般的な労働者の服装をしていて、彼らは基本的に炉に石炭を追加しているんだ。普通に仕事してた。そして、スモーツ機と呼ばれるエンティティもいるんだ。どういうエンティティなんだ？まあ、本家で言えばフローナーズというエンティティに似ていて、スマイラーズと対になる存在で、スマイラーズと違い友好的なんだ。暗闇の中からこれ出てきたらビビるけどな。次に、ボージョム0にいるグループを紹介するよ。まずはロシア僻地協会ベース1。このグループは約1300人のメンバーがいて、取引などには応じず、基本的に銃器を装備しているんだけど、たまに近接武器を装備していることもあるんだ。ボージョム0だけのグループで1300人いるのか。そして、ポーランドの僻地組織、スモーカーズ。このグループは630人近くのメンバーがいて、取引に応じてくれるんだ。また、数本のナタとその他数本の手作りナイフで武装しているんだ。こっちは近接戦闘専門なんだな。最後に、ボージョム0の入り方や、次の空間の生き方について説明するよ。まずはボージョム0の入り方。現実世界でノークリックすると、ボージョム0に、ボージョム2で湖に飛び込むと、ボージョム0に、ボージョム PL-0.1 でノークリックすると、ボージョム0に行くことができるんだ。やっぱりここは現実世界からの入り口になるのか。一方、次の空間の生き方は、廊下の奥へ進んで金属製の戸棚を見つけ、その中に閉じこもればボージョム PL-0.1 に、眠りにつくと、ボージョム -0 に、黄色いフラップをくぐって次の部屋に行くと、ボージョム3に、壁の穴を通るとボージョム8に、明かりがついていないように見える白い溶鉱炉に入ると、ボージョム4に、事務室の窓をくぐるとボージョム1に行くことができるんだ。溶鉱炉の中に入るの結構度胸いるな。ということで、今回はボージョム0について解説したよ。ボージョム0は、寂れたボイラー室みたいな空間だったけど、
レベル0っていうより、レベル2の雰囲気に近かったな。ポーランドだからこその特色が出てるんじゃない？ほら、サウナとか有名だし。それフィンランドじゃね？